皆さんこんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日は簡単にスピリチュアルメッセージを受け取る方法ということでお届けしていきたいと思います。このチャンネルではいつもチャンネリング、宇宙からまたはスピリチュアルからのメッセージをですね、皆さんにお届けしてそれをわかりやすく解説しながらお届けするというものです。そして皆さんの運勢、良い運勢を、良い現実をですね、引き寄せるそんなコツがわかりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、この2025年っていうのはですね、これから今どんどんスピリチュアルな世界というのが変わり始めてるんですね。で、どういうふうに変わってるかというとですね、スピリチュアルをもっともともと僕たちっていうのはそういうスピリチュアルな面を持ってるんですけども、いわゆる土の時代と言われる時にはですね、例えばビジネスの中でスピリチュアルなんですとか、私霊感があるんですとか、そういうことを言うとですね、やはりちょっとご法度になってて、何あの人変な人だなっていうふうに言われたりしてですね、そういうのを隠して、やってた人とかが多かったんです。でもこれからはですね、やっぱりこのスピリチュアルっていうのがもう私たち自身で当たり前のことだし、それを活かしていかないとどうするのっていう時代がやってくるわけなんですね。だからどんどんこの僕たちの自分の中のですね、エネルギーが変わってきてるわけです。だから今までみたいに、スピリチュアルって何なのとか、スピリチュアルっていらないよねっていうのではなくて、スピリチュアル当たり前だよねっていうような、そういう世界が広がってくるわけなんですね。そうすると、どんなことが起こるかっていうと、来年ぐらいからですね、どんどんこういうスピリチュアルからのメッセージを受けれる人とかが増えてくるわけなんです。ね、やっぱり皆さん直感っていうのはあるんですけども、直感っていうのは、なんかそんな感じがするなとか、たまたま来たっていうようなことってあると思うんですが、それをもっとですね、自分でコントロールしたり、必要な時に取っていくっていうようなことができるようになってくるわけなんですね。ですから、このチャンネルを見てくださっている方の中には、そういうことに興味があって勉強されている方がいらっしゃると思います。中には、こういうふうにですね、僕みたいに守護霊さんからのメッセージとか、こういう、高次元の存在からメッセージを渡すチャネラーという方もいらっしゃるでしょうし、ヒーラーもそうですね。ヒーラーっていうのも、この魂とか体のエネルギーをですね、整えたり癒していくことで、メッセージをもらえたりすることもあります。または、これからとても必要になってくる。僕もその一部分にあるわけなんですが、こうやってみんながですね、もっとスピリチュアルを取り入れて、もっとスピリチュアルな自分を取り戻すっていうことを助けていくお役目の人もいるんですね。僕みたいにこうやってスピリチュアルってこういう風にするといいんです。こんな素晴らしいものなんですよとかお話ししたりする人、こういう人たち、または音楽でですね、皆さんになんとなく魂を覚醒させたりっていうような人もいるかもしれません。こういう人を目させるための活動をしていくという方もこれからどんどん増えていくわけなんです。はい。その中ではですね、私やってんだけども、勉強もしてるし、練習もしてるんだけど、スピリチュアルメッセージを受け取るのがなかなか難しいんだよねっていう人っていらっしゃると思うんですね。そういう人にはですね、なぜかこのスピリチュアルメッセージを受け取るときに邪魔をするものが自分の中にあったりするわけなんですね。これをやっぱり、取り省いていくことでですね、これからの、スピリチュアルな人になったり、またはスピリチュアルな部分を周りの人に目覚めてもらう、そんな伝える人になっていくっていうのには、このブロックを取り省くことが大切なんですね。はい。ということで今日はですね、スピリチュアルメッセージを受け取る方法、簡単に受け取る方法、このブロック、3つのブロックを取り省いていきましょうということで、3つのブロックをご紹介していきたいなと思います。まず1つ目。1つ目はですね、このハートチャクラをオープンさせるということなんですね。この僕たちの体の真ん中にはですね、7つの大きな大切なチャクラがあると言われています。はい。このチャクラ、それぞれの意味があってですね、いろんなエネルギーとか知恵とかそういうものを出し入れする場所なんですが、その中でもハートチャクラっていうの、この胸のあたりにあるチャクラがあるんですね。ここがすごく実はチャネリングメッセージを受け取るのに必要だと言われています。ここが閉じていたり、なんか元気がなかったりすると良くないって言われてるんですね。もちろん、頭の上にもチャクラがありまして、ここはですね、上の世界、霊界からのメッセージをもらったりするので、ここもやっぱり、大切なんですが、その僕たちの受け皿としてこの体がですね、良いエネルギーとして、
スピリチュアルメッセージを受け取るには、このハートチャクラが元気ないとダメなんですね。はい。ですから、ハートチャクラっていうのは自分の瞑想とかでですね、どんどん活性化されたりっていうのがあるので、そういうものをいろいろ試して、自分のハートチャクラを常に元気にしておくっていうことが大切なんですが、このハートチャクラっていうのはですね、外の世界とのやりとり、コミュニケーションとか、人とのつながりとか、そういうもの、愛情とかをやりとりする場所なんですね。ですから、この中でですね、私人と接するのが苦手とか、愛情のやりとり難しいとか、できないとかって思っていたりすると、このハートチャクラが閉じがちになってしまったりするわけなんですね。はい。ですから、自分を愛して、自分のですね、自分らしく、いること、そして周りの人とエネルギーの交換を楽しむ、そんなイメージを持つことでも、このハートチャクラがどんどんオープンされていきますので、ぜひやってみていただきたいなと思います。そして二つ目。二つ目はですね、メッセージに自分のジャッジメントを入れてしまうと良くないわけなんですね。これはどういうことかっていうと、スピリチュアルなメッセージを受け取ろうと練習している人いらっしゃいますが、そこでですね、自分の判断が入ってしまうわけなんです。いや、そんなのいいねが。いや、そんなのあるわけないよね。いや、でも良くないよねっていうのが入ってくるとですね、このスピリチュアルが全然わかりにくくなってしまって、自分の中で止めてしまうということにつながってしまうわけなんです。じゃあどうすればいいかっていうと、このジャッジっていうのはですね、これがいいとか悪いとか、そういう判断をしない自分を作っていくことが大切なんですね。例えば自分の中にもあると思います。いやー、私ってなんでこんなんやねん。いつもこうでもう本当にあかんなと思ってしまう。これをやめるっていうことですね。あと周りの人にも結構あると思います。うちの旦那なんであんなやねんとか、ね、なんであの人歩いてる時にこんなことすんのよっていう風になってしまってる人。これもジャッジなんです。いやーああいう風な、この人歩くの遅いな、ぐらいで止めておくっていうことでですね、あるがままに受けていく、あるがままに見ていく、あるがままに受け入れていく、自分自身も含めてですね、これがそのジャッジメントを少なくしていく。そうすると、自分の中にメッセージが降りてきた時にですね、変なジャッジが入らずに、なるほど、という、こういうふうにですね、どんなものも受け入れる、そんな体制ができてくるわけなんです。これをするとですね、スピリチュアルからのメッセージをどんどん自分の中に通していくということができるようになるんですね。はい。ぜひ、ジャッジすることをやめていただきたいなと思います。そして三つ目、これすごく大切なんですが、これは love yourself。自分を愛するということです。皆さんどうですか？自分を愛するってなかなかできないと思います。僕は僕自身が大好きなんですけども、もちろん僕だって人間だからね、悪いとことかね、このことやっちゃったとか、いいのかなとかと思うようなことあります。でも基本的には、いやもうやりたいからやってんの楽しいからいいやんっていうようなことで動いてるわけですよ。で、できるだけ人に迷惑をかけないようにとは思ってますけども、でもやっぱりこの自分を一番大切にしてあげることが大切なんです。誰かを愛する前に自分を愛することが必要なわけなんですね。このチャネリングメッセージっていうのは、すごくそういうことをやりたいっていう人、受け取りたいっていう人は、周りの人のためにとか、世の中を良くするために、そんな風な考えてる人がいると思うんですが、まず自分を愛すること、自分のためにメッセージを受け取ることっていうことをよーく考えてみてください。それができるとですね、周りの人の幸せを願ったり、または幸せのためにですね、自分が何かしていくということにもつながっていくということなんですね。この自分を愛せてないとですね、エネルギーの流れがすごく悪くなってしまうわけです。そこが止まってしまう。このチャネリングメッセージを受け取ったりするっていうのは、実はこの、先ほど言ったですね、チャクラの流れを良くして、そこに入ってくる、メッセージ、エネルギーをどんどん吸収していく。どんどん自分の中でそれを感じていくということが大切なんですね。で、今日お話ししたようなハートチャクラとかメッセージにジャッジしてしまうとか、自分を愛せない人っていうのは、その流れを止めてしまうような感じになるわけなんですね。そうすると、来ないなとか、または、なんか来てるような感じがするけどわからないなとか、なんでこんなメッセージが来るんだろうっていうような感じになってしまうわけなんですね。はい。ですから、自分の
流れを良くするためにですね、この3つのことをぜひやっていただきたいなと思います。このチャンネルではこのように、スピリチュアルまたは宇宙の世界からですね、来たチャネリングメッセージをお伝えして、それを分かりやすくお伝えすることで、皆さんの人生をより良くしていく引き寄せを起こす、そんなことをお話ししています。興味ある方は、高評価ボタン、そしてチャンネル登録もお願いいたします。そしてこちら、じゃーん！アキラの7ヶ月の霊性改革講座。これはですね、僕が1対1で皆さんと7ヶ月間向き合うことでですね、あなた自身に合った、時にはですね、守護霊さんとかからのメッセージをいただいて、こういう風にした方がいいよ、こんなことをやってみたらいいよっていうようなことも交えながら、あなたに合った霊性開花を進めていきます。はい、興味ある方はぜひ概要欄をご覧ください。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラー届いたかな。それではまたお会いしましょう。さよなら。